はい、皆さんこんにちは。ザ・シークレットショー有明アリーナ直木マン初のライブイベントのチケットが今日から一般販売されます。今回のこのライブは過去に対談した人たちからその都市伝説、陰謀論、スピリチュアルをね愛する著名人たちをみんなね集結させて、各々が持っているこの世界のヤバい秘密であったり、そしてこれから未来に起こるであろうことをみんなで語り合って、より良い世界にしようと思っている人たちが集まれるイベントにしたいと思っています。本当に前代未聞のヤバい演出で体験型直木マンション都市伝説になっています。そこで今回は制作の裏側といいますか、総合演出で入ってくれている音響監督の瀬戸克之さんと僕たちとのその打ち合わせの風景をね皆さんに見てもらいます。これがね本当にねちょっと僕もねグッときちゃったというか、その瀬戸さんの思いというか彼の覚悟というか、そういったものをね皆さんも感じれるかと思います。それを感じることによってみんなもねマジで覚醒すると思うから、ぜひご覧ください。このライブがどういった意味になっているのか、そしてこの世界にどういったインパクトを与えることになるのか。お願いしたいな。なるほど。何を僕すればいいですか。とりあえずコンセプトっていうか、プレゼンできる人たちは、プレゼンして映像とか音声をその中に合わせて、でプレゼンしたことに対して僕たちが直後にみんなで語り合うみたいなことを、まあ決定ではないですけど、まあそんな感じを想定してて、瀬戸さん自身の語っても欲しいですけど。まあだから黒子に徹するかどっちかでする。黒子に徹した場合は黒子に徹したモードで脳を使うし、発表するなら発表する脳の頭使います。発表もいけます。まあ別にいけますよ。両方やってほしいです。その演出によりますよね。そうだから演出が僕もねやったことないので、こういったことイベントとか、まあ石井さんが詳しいですかね。今のところ特殊な音響を使って何かやるみたいなことは考えてなくて、ちゃんと聞こえるようにしようぐらいは思ってるっていう感じなので、スタッフが決まってなくて PA のご相談したいなっていう気はしてるんですけど、音響だとうちのもうチームで入った方がまあそうですよね、硬いは硬いですね。まあ熟練なんで、まあそれこそフジロックから何からじゃあお願いしたいな。離れっていう今度それをものづくりの限られた時間の中で搬入搬出ってなった時には指示系統はできてても、その末端までそれを理解できてる人間が動くか動かないかで時間が結構かかるのと、お金もアルバイト者にいっぱい入れちゃうんで、できれば少数制の方がいい気はしますけど、僕のイメージでいくと関わるのならばやっぱり例えばライブに出ますっていうところが、有明アリーナクラスになった時にミュージシャンであると、あるいはそれがタレント性として喋りであるかっていうところ、前回日本武道館でね関さんやられたと思いますけど、直木マンっていうステータスをどういう風に見せるかっていうのはやっぱ01作ってあげた方がいいかなって思ったんです。でまあこのライブの相談プロデュースをいただいた時に、今演出側から言うとスイッチングだなと思ってるんですよ。それはどういうことかっていうと、普段生活してる自分の感覚から会場入った瞬間にもうそのスイッチがある。もう直木マンの世界、キャスティングの世界、ディズニーがまさにそうですね。インプットからアウトプットまでを一つのメッセージを作った方がなんか面白いのかなっていう気は音響的にもしましたね。直木マンとかの魅力って両方できるじゃないですか。怖さも演出できるから。そうね、そこも確かに作りできたらですよね。両方こう言ってこう行かせたら、そうだからハッピーもダークも両方あって都市伝説なのかなと思うんで、その最新テクノロジーじゃなくて演出だけでそういった面白い意識にいけるんで、そこがまず結構僕らのチーム得意なんですよ。そういう見たことない世界を作るっていうのは、もちろん人としてのファンとして人を集めれるってところにこっち側も甘えないっていうか、対等にそれ以上のものを作れるプロコチームを作れたら面白いかなと思うんですけど、僕も直樹も出たことによってコメント欄をすごく今は全然見なかったんですよ、出なかったので、ただそのコメント欄っていうことの意味がすごく重要だなと思っていて、本当はそのコミュニティが会場で全部つながったらいいのになと思ったんですね。
スタンダードローンコンプレックスの広角機動隊の初期のあれみたいな、ネットの中で話し合うようなバーってチャットがあるような演出とか、みんな見てるだけじゃなくて思ったことのその都市伝説出して上げてるものがバーっと文字系列で上がっていって、すごいねそれが例えばシルクスクリーンが後ろでそれでみんなの直樹マンに対するコメントとかが見えるようにしたりすると他のライブ会場よりもやばいじゃないですか。昔の2チャンネルの良さも出しつつ、その世界でしか本当にないというライブ、リアルだね。リアル行かないとその面白さ伝わんないわけ。すごいね。最後なんかわーって盛り上がった時に音楽なのか SE なのかわかんないですけど、それが会場全体に鳴り響いて、フェスのクライマックスみたいのをやりたいねって話。そう最終的にそのパズルピースみたいのを埋めるのはお客さんだと思ってて、お客さんが何かしらの形でパズルピースを埋める要はアクションを起こせるようなことができたら、すごい最後カタルシスじゃないけど一体感が生まれて気持ちよくそれをなんかまあ演出でね表現したいなって。 AI 入れるとか上がった話を例えばポジティブなものネガティブなものみたいなのがバーッとコメントその会場出た時にパーセンテージって言ってそれが AI が判断として未来はこんな感じだってやばその文字で会場内で絵を描くみたいな AI が絵を描くみたいなとか一回コスト感無視してるんですよ、とにかく見たことないものをね、それはね、そのお客さんの声を直接その日に反映させて未来を描くみたいな感じですね。そうですね。それをだからチャット GPT に演出させてチャットとリンクさせてみんなの意見を埋めたものが表情にするのか映像に出すのかとかっていう新しいアートをなんか表現できたら面白いですね。広がるね。ロマンあるっしょがやばいっしょ今回はそのいやまだまあガッチガチに決まってるわけじゃないですけど、ぬるい回にはしたくないので、こう直樹も僕責任だと思ってて、真実とかっこいいと評判がトップレベルじゃないですか。ここがイベントやりましたのところに出た時にあれってなるのは多分彼にとってもよくなくて、YouTube の世界から飛び出した瞬間にその世界があるんだっていうのは、今後の彼の動きに大事だと思うんですよ。そうなるとおっしゃる通りでキャスティングがもう全部ぶっ飛んどかないといけないし動物園でいうとライオンとか見たいよね。最初子供の時行ったら見たらわーってなるけど2回目3回目って檻の中にいたら怖さも感じないし見たことあるよって。でもそれ野生の森の中で見た瞬間って全く違うよねっていう、それぐらいの距離感ですよね。出たんだそんな僕らの知らない人とか本当に見たことないけど知ったことないけど出たんだみたいな野生的なものが一発のやつあったらいいです。変なしライブってルールある意味ないじゃないですか。そうですよね。ちゃんとした人としての倫理観を持つっていうだけのコンプライアンスしかないから、放送禁止ワードってないから、確かにそのきっかけとしても確かにそうですね。都市伝説って結果それが究極真実でなくても、そうなんですよね。そのテーマが面白い。そうなんですよ。外れててもいいんですよ。トークテーマとして面白いですよね。わかります。ちょっと宝くじにベットする感じなんですよ、気持ち的に。当たりゃいいなじゃないけどワクワクしたいっていうか、こういう見方もあるしこういう見方もあるんだっていうのがね、うわー直樹マンだとかみんな見た生で声聞こえる、それももちろん重要なことなんですけど、そうでない何かみたいなものをもし僕も音響なり演出でご協力できたらいいなと思います。最高ですね。この話っていうのは超音波っていうか、その他には絶対ないというか被りようのないジャンルなんで、めちゃくちゃ興味深いですけどね。直樹マンがこういう方いらっしゃるって話聞いた時にめっちゃいいじゃんっていうか角度めっちゃいいじゃないですか。そうですか。体感的にのでかいよね。お化け屋敷じゃないですけど最初に落とすっていうか心霊現象が起きてる周波数のエリアがあって、それ流せるんですか？この前体感してもらった低温の美学のあそこの空間でなんか気持ち悪いの中から緊張感生まれるよね。緊張感の中に怖いメッセージ入れるとそれが脳が響くんで、そういう仕組みなんだよっていうところから抜けたピースの世界とかっていう、ほんと10メートル20メートルでいいんですけど、そういったものができて抜けた瞬間の感覚でドーン覚醒するやつ。簡単ですけどね。そうなんです、はい、みんなやっぱそれが気になってますよね。まあみんなね、対談ではやっぱそこだったよね。簡単ですけどシステムの費用がかかりますね。一回それは相手しておりますけど僕の方で出せる機材の量だけは無理です。ああそうなんですね。はあやばそう。今日初めてお伺いしてるんで皆さんの考えられてることをざくっと決まってなくてもいいんで教えていただけると、どんな話し合いの中で進んでますか？
全体構成は、今本当に何人ぐらい呼ぶかっていうのも全然今絶賛話し合い中です。人に関して、集客ですね。ちなみに昼の部と夜の部あります。まず大きいところで言うと、同じ日に夜公演があります。2部構成です。コンテンツをバラバラ今分けようって話になって、なのでちょっと差別化は必要かな。なんとなく今仮ですよ、仮ですけど、なんとなく今までの日本の現在過去を昼にして、未来を夜にしようかみたいなのは今ざっくりです。なるほど。だから人もなんとなくそれによって呼ぶ人を変えようかっていう、今の現実のリアルの負の部分を語ってもらって、指をみんなの顔に向けれないような、ちょっとドキッとさせるような感じにさせないと変わらないっていうか、せっかく来たのにただ自動的になってたらあんまね意味ないっていうか、そこはやっぱちょっとみんなにドキッとさせたいなっていう。ただ面白い話を聞きに来ただけじゃなくて、来たみんながね未来を作れるような。これもう11月じゃ2日はロック丸かってる。ちょっとね万博とかいろいろ奏でてどえらいもともと直木マンから基本的に紹介っていうか話はもう全部ウェルカムにしようとしてたんで、石井君が一番ライブ経験いっぱいあるんですけど、そんな彼がこんなライブは見たことないって景色がもし見えたらおもろいですね。いや、そんなもの出しなかったですね。いや、そうです。ジョンパー浴びてるものと浴びてないもの出しましょう。あんたたちこれ切ってあげるよう信じてないでしょ。味変わるんですか？飲んで信じてください。味変わるんですか？水だからコーラとかもう入れた瞬間から全然違う。マジで？泡が違う。色と泡の度合いがもう全然違う。水がね一番難しいんですね、分かりづらい効果かもしれない。軟水なんでね。プレゼンとかでもしこれ話するときに普通にランダムにお客さん上に上げてほしいんですよね。で、確かに何人かピックアップして面白い。3人ぐらいで仕込みなくやって、ビールがじゃあ一番面白いんですかね、その。実はサバ缶でも何でも全部変わるんですよ。周波数ってスピリチュアルと都市伝説とか科学とか親和性ある言葉なので、めっちゃみんなに刺さる言葉なんですよ。周波数質問していいですか？じゃあどうぞ。超音波質問。僕の妻もその経験あるんですけど、めっちゃへこんだ時にイルカ見に行ってイルカが気持ち分かってくれるのか、へこんでる人がファーって来て、寄り添ってくれるじゃないけど、それはイルカ喜ぶ質問しちゃった。イルカ大好物。イルカは人が出してる周波数を感じれる。イルカ側が理解しようとはしてますよね。植物はあるんですか？植物あります。あるんですか？あります。よく喋りかけたら育つとか、あるじゃないですか。音楽かけたらいい。そうとか。僕ん家の前の甲州街道沿いに住んでるんですけど、街路樹勝手にテストしますよ。やってるな。変態だから、瀬戸さん。リアル実験する。どうなるか。一つは、栄養剤与えてるもの、話しかけてるもので超音波当てるっていうのを深夜にやって、僕のマンションの下はマクドナルドなんですけど、店員に何されてるんですかって聞かれました。で栄養剤とかも水色とかするんで、やばいやつやってんじゃないかなって。しかも寝巻きで出てくるから家がしないから、こいつ大丈夫だよ。実験経過はどうなんですか？どれがいいんですか？良すぎて、やっぱ超音波。超音波。マジっすか？物理的に咲くのは栄養剤なんですよ、スピードは。物理的にね。物理的なんですよね。見て美しいなとか、なんか話してるなっていう感じれるものが、その街路樹全部同じ機種で、同じ高さに揃った時に、うちの前だけが高くなってるんで、この前最近切られました。太陽光線で変化させるのは誰も均等で一緒なんで、ミクロの世界の養分を作る生物菌が何なのかっていう、それがどこまで活性してるかってスペックです。この子を口説きたい、それ超音波でなんとかなんないかっていうのがあるんですか？僕は両方に当ててどうこうではなくて、口説きたい側の戦略がありますよ。口説けれるかなっていう自信を持たしたり、その自分の喋るリズムとか声の出し方とか周波数で意識させて、そういうことか。モテるってタイプ千差万別なんで、相性ね。で相性もあって、さらにはそれが好きっていう度合いも5段階で言ったらいろいろあるじゃないですか。ただ自分が付き合いたいという願望を満たす意味での関係値を作るっていう意味ではできますよ。昔飴舐めたらエロい気持ちさせるみたいなのあったじゃないですか。ああいう感覚で音波当てるとももさ違うんですよ、そういう音波自体は。音波はありますよ、もちろん。マジっすか？音波はあります。エロい気持ちにさせる。エロい気持ちというか、解放することで受け入れると想像力が豊かになるんで、探りになるが行きやすいんですよ。ガードが良くなるんで。オープンになっちゃうんだ。そういうこと。
超恐ろしいね。無限のビジネスチャンスありますね。コアメンバーで合宿します？合宿結構いいっすよ。こう喋ってて急に入るゾーンの瞬間っていや絶対そうなのよ。しかもこう話して何時間か話した後にそう急に出たりとか、あの瞬間ってめちゃくちゃ美味しいから、わかるわかる。そうね。そうダラダラしててもいいんだけど、その瞬間を探すっていうかね、何年経っても言ってみたいというか伝えたいものを作るべき人だとは思いますけど、僕個人的にそういう集まりでやった方が、都市伝説界でこんな有明でってないっすよ。はっきり言ってふざけてるじゃないですか。ふざけてるとかね。だったらとことんふざけて本気の夢見た方がね。合格の笑い男らへんの世界なんですよ。でもし演出できたらすごい面白い都市伝説の新たな演出が今できんのかなってちょっと。テーブルから何からそこが AI が入り込んで AI 自体も参加するみたいなことをしてるんですよ。やばいな。ここ心配したら、いやもちろん大事です。それはそれで作っていきましょうと、そのスケールのも。でも松竹梅作りませんか。スーパーマーツの直木マンって言葉が世界でチームと同じ人いるじゃないですか。派生するものもあるなっていう。その発想もなと、僕もイベントしかやってないから、要はチケット代で作るものだと思ってるから、それ以上に集めるって発想は確かにないから、できたらすげえ面白い。できるし、それはもうそれこそペーパービューももちろん格闘技は成功しましたけど、都市伝説になってもいいと思うんで、そんなの全然大丈夫ですよ。こっちの覚悟の問題ですね。いつまでも制作あと10年もそれないと思うんで、ここらで形に残したい。好きなんでね、いや好きなのももちろんありますよ。どうでもよかったらならないですけど、あとその好きな人からの紹介ってなるとね、やっぱオープンマインドになっちゃうんですよ。やっぱドキドキしたいんですよね。本当にもう何言ってんだと思うんですけど、ドキドキするものを自分で作れないんだったら客で行った方がよくねって思うんですよ。俺らやったらこうできるのにとか、ここで話した内容やったら絶対面白いのにをやるために集まってて、高度成長期だけがそれできるって悔しいじゃないですか。スイッチ入りました。スイッチ入った。身体障害者の方でコメントで僕宛てになんか直木マンのサロンの中でもしこんな超波があったらいいのになっつって来たんですか？あげてたんですよ。僕そこ返信したんです。マジっすか？いろんな人のコメントを全部させていただいて、全部いいねをさせていただいたんですよ。良くも悪くも言われたやつも。なんか多分すごい直木マンに希望を持ってんだなと思って、サロンの人たちの中でなかなか見れない人たちが出てきて真剣そんな話をしてる世界に夢を見れない人たちがすごい集ってる気がしていて、でコメントめっちゃピースなんですよ。中には鋭いのもありますけど、そういうのもひっくるめてピースで、そういうのに応えれるものがライブでできるとすごくプラスだなと思って、多発症とその身体障害者に困ってるって言ってコメントを送ったんですけど、イベント会場まで完成させてやろうかなと思ってますね、今僕の一番やりたいことはそれです。必要とされるものを作って売れるが一番綺麗くて、テレビにもそうじゃないですか。見たことない世界見てドキドキするからずっと待ってて見ようとしたし、昔はっていう感じ。いやコケや。飼いならされたメディアがこの小さくまとまっちゃう。そんなものはもう壊していっていいですよ。年に1回そんなふざけたものやってもいいのかなっていう。ちょっと正式メンバーということでよろしいですか？お願いします。